はいどうも、ホルモン島田チャンネルのぶっちゃ島田です。ホルモン屋なのに、実はまだホルモンの仕込みやっていませんでした。皆さん、お待たせしました。今回一気に3つの部位を仕込んじゃいます。豚の小腸、大腸、直腸を仕込んで焼いて食べていきます。この動画だけ見れば、ホルモンの仕込みは誰にでもできちゃいます。それでは早速やっていきましょう。今回用意した部位は豚の小腸、大腸、直腸の3種類です。一般的にあとガツとかを白物と呼んだりします。まずこれは直腸で別名鉄砲と呼ばれる部位です。うちではこの部位を大トロホルモンという名前で提供しています。腸の中では一番肉厚で美味しいとされています。本当に肉厚な部分は1頭からごく少量しか取れません。次はこれが大腸です。別名白と呼ばれたりもします。小腸も白と呼ばれたりするので、この辺はお店や地域で違います。うちではこの大腸部分と直腸の細い部分をホルモンとして提供しています。特に処理されていない通称団子と呼ばれるまとまった状態で仕入れました。腸を開いて軽くきれいにはしてありますが、まだぬめりなどがあって臭いです。これが小腸です。別名紐とか細と呼ばれます。こちらも団子の状態でもらいました。この周りについている白っぽい部分が以前も何回か動画に登場している菊油です。せっかくなので菊油も一緒に仕込んでいきましょう。消化器系の部位は早く洗わないと状態が悪くなるので、仕入れ後は早めに洗いましょう。時間が経つと身が痩せてきて匂いも取れづらくなります。まずは各部位を下処理していきます。今回は分かりやすく別々で洗っていますが、この3つの部位なら一緒に洗っても問題ありません。まずは直腸から洗っていきます。水で洗い流しながらザルでこするように全体を洗っていきます。結構強めにこすりつけて大丈夫です。今回もらった直腸は比較的綺麗でした。全体のぬめりがざっと取れたら塩を入れて再度よくこすってぬめりを取っていきます。この作業を2回から3回繰り返します。冬のこの作業はかなり辛いです。直腸の仕込みが終わったら大腸も同じように洗っていきます。ひだがついているため汚れなどが残りやすいので、しっかりと洗ってきれいにします。ざるでこすってぬめりを取ったら塩を入れてさらにこすってきれいにしていきます。塩以外にも片栗粉とか小麦粉で臭み消しするお店もありますが、塩で十分きれいになります。使うものは安いもので大丈夫です。結構大量に使うので高いものだともったいないです。同じように2回から3回この作業を繰り返してぬめりが取れれば終了です。最後は小腸も洗っていきます。まずは一旦軽く周りのぬめりを取って小腸と菊油を分割します。ピンクの部分の小腸を引っ張りながら小腸と菊油の間部分を包丁でカットしていきます。このやり方でもいいですが、めんどくさいので自分はハサミで切っちゃいます。全部カットするとこんな感じで小腸と菊油に分割することができます。そしたら先ほどと同じようにざるに小腸を入れてよくこすり洗いします。塩を使ってよくぬめりを取っていきましょう。洗いの作業が終わった状態はこんな感じです。かなり美味しそうなピンク色をしています。この状態でカットして生ホルモンとして使ってもいいですが、うちではこれをボイルして使います。特に直腸部分は生の状態だと肉厚でかなりの歯ごたえがあります。ボイルすることで柔らかく仕上げていきます。沸騰したお湯に先ほど下洗いしたホルモンを入れて15分くらい下茹でします。15分経ったら一旦鍋から上げます。再度きれいなお湯を用意してホルモンを入れてネギの青い部分と生姜と一緒にじっくり1時間半煮込んでいきます。煮込み終わったら鍋から取り出して水で洗ってよく冷やしましょう。今回全部同じに茹でちゃいましたが、お好みで結構柔らかくしたい方は直腸は厚い部分だけカットしてあと30分くらい追加で煮込んでもいいです。菊油も同じ時間で煮込みましたが、1時間くらいが個人的にはベストです。長く煮込むと柔らかくなりすぎるので注意してください。まずは直腸をカットしていきます。余分な油やゴミがついていないか確認して、あれば処理してください。特に細い管の方に汚れが残りやすいので、必ず管の裏などを目視して確認します。肉厚な部分を4センチ幅くらいでカットしていきます。だいたい1本の直腸から6個から8個くらいカットが取れます。見た感じ薄い場合などは4個とか状態を見て判断していいものだけを鉄砲として使います。それ以外の細い部分は大腸に混ぜるので分けておきましょう。次に大腸部分を処理します。ボイルすることで大腸を真ん中部分で分割しやすくなるので2つに手で裂きます。先ほどの直腸と同じように管の裏側とかに汚れが残りやすいので必ず目視で確認してください。余分な油も適度に処理すると食べやすいです。小腸に比べると柔らかい部位なので少し大きめにカットしても大丈夫です。1時間半ボイルするとかなり食感は柔らかいので、その辺は好みで調整してください。次に小腸をカットしていきます。小腸も同じようにゴミや汚れがあれば処理してください。あとは食べやすい大きさにカットすれば OK です。
最後に菊油を仕込んでいきます。菊油の詳しい仕込みは以前の動画で紹介しているので、ぜひそちらをご覧ください。今回他の部位に合わせて1時間半茹でましたが、菊油は茹ですぎです。全てのカットが終わったらこんな感じです。それでは味付けしていきましょう。今回は全て同じ味付けで食べていきます。ボウルにカットしたホルモンを入れて、味噌だれ、ホワイトペッパー、パプリカパウダー、ごま油を入れてよく混ぜれば味付けは完成です。盛り付けるとこんな感じです。それでは早速食べていきましょう。いただきます。クラフトビールとかもいいけど、やっぱりホルモンにはホッピーですよね。特にこういう味噌だれとかとの相性はいいです。このいい意味で安い味がホルモンを邪魔しなくて最高です。まずは大腸から焼いていきましょう。少し焦げるくらいが個人的にはベストな焼き具合です。よくこのボイルしたホルモンの焼き具合がわからないとお客さんに聞かれます。一度ボイルしてあるので基本的にはそのままでも食べられます。ただ焼いていない状態だとぐにゃぐにゃで正直あまり美味しくないです。基本的に白物の内臓は少し焼いてカリッとなるくらいが美味しいです。次は直腸を焼いていきます。直腸も両面カリッとなるくらいが美味しいです。火が弱いと美味しく仕上がらないので、炭の場合は火加減が重要です。一般的にホルモン類は炭の方が美味しいとされています。特にこういった白物系は間違いなく炭が美味しいです。次は小腸を焼いていきます。通常小腸は歯ごたえがありますが、1時間半茹でることで絶妙な柔らかさに仕上がります。小腸は薄いのですぐに焼き上がるので注意しましょう。お店を始めたばかりの頃に年配の方に逆に柔らかすぎてホルモンじゃないと注意されたこともあります。のんべえな年配の方は昔ながらの歯ごたえがあるホルモンを好む人もいます。うちのホルモンは結構柔らかく仕上げているので、自分の好みをぜひ見つけてください。最後に菊油を焼いていきます。全体が油なため火がつきやすいので注意しましょう。味噌だれで焼く菊油最高です。こういった油っぽい部位とホッピーは間違いないですよね。あえてタレなら黒ホッピーでも良かったですね。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。小腸、大腸、直腸の仕込み方いかがでしたか？シンクも油で汚れるし、鍋もまな板も油まみれになるので、正直自分は家で仕込みはしたくありません。もし家でやってみたい方がいれば、ぜひ参考にして仕込んでみてください。これからもどんどん動画投稿していきます。自分たちは群馬県前橋市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。前橋には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、前橋に来た際はいろいろお店探してみてください。この動画がいいなと思いましたら、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。